はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい、今日はニュースポッドキャストになります。で、トピックは日本の差別、外国人差別です。はい、について話していきたいと思います。結構前にねこの話をしたいっていうふうに皆さんにお伝えしたと思うんですけど、ちょっと時間が経ってしまいました。大変お待たせいたしました。はい、理由はですね、やっぱりこのトピックを話すにはいろいろ考えて何を話すべきなのかとかいろいろ考えていたりで、旅行とかで引っ越しとかってちょっと落ち着かない、落ち着いてからちゃんと話そうっていう風に決めていったらこんなに時間が経っちゃったという、はい、大変お待たせいたしました。はい、で今日の話はですね、すごくセンシティブだし、もしかしたらね実際に日本で嫌な経験をされた方もたくさんいると思うんですよね。やっぱこの経験って人それぞれだと思ってて、日本で全くそういう差別的な経験をしたことがない、されたことがないっていう人ももちろんいると思うし、逆に嫌な経験をしたっていう人もいると思うんですね。だから意見が様々でいろんな見方でいろんな側面があると思うので、はい、ちょっと難しい話なんですけど、今日はですねちょっと時間が限られているので全ての差別について話すことができないし、私も全てを把握してるわけじゃないので話せないんですけど、一つ目ね、日本のニュースとかでも話題になっている大きなトピック、そして日常的な差別で、そして、コメントとかでたまに聞かれる、なんで日本人は外国人に対して英語を喋るのかという疑問、はい、結構聞かれることが多いので、これについて、話していきたいと思います。はい。で、まずですね、ニュースになるぐらい大きな問題になっている話。はい。それはですね、技能実習制度のことです。はい。技能実習制度。皆さん聞いたことありますか？はい。これはですね、主にアジア諸国ですね。ベトナムとか、中国とか、フィリピンとか、カンボジア、インドネシアとか、アジア諸国の人が、日本の技術を学びに来るっていう制度です。はい。で、この学びに来る人たちを技能実習生っていうんですけど、技能実習生の実習期間は原則3年。そして農業、建設、介護などの分野で働きます。はい。で、さっき紹介した通り、名目上は、研修とか技術の取得なんですね。はい。だから一見すごいいい、制度と思うじゃないですか。ね、それぞれいろんな国にはいろんな技術がありますから、だから日本の技術を他の国にもシェアをするっていうね。ただ現状は、安価な労働力として、技能実習生が利用されているというケースが多いということですね。はい。で、これにね、本当にね、問題が絶えなくて、毎年毎年。で、主な問題は、まず低賃金。給料がすごく安い。そして重労働。はい。長時間労働ですね。はい。そして、厳しいルールがあるところも結構あるんですよね。例えば、外出は夜7時まで、8時までとか、子供みたいなルールをつけられたりとか、あとお酒を飲んではいけないとか、高校生とかみたいな、ルールをつけられたりとか、あとは ID を没収されるところもありますね。勝手に逃げないようにするためにとか、パスポートを没収するとか、あとは、ハラスメントですね。暴力もあるし、セクシャルハラスメントもあるし、言葉でする暴力もありますね。はい。で、あとはですね、悪質なブローカー、職業紹介業者の存在。はい。その技能実習生に仕事を紹介する人たちがいるんですけど、その人たちが仕事を紹介する代わりに、その技能実習生から大金を払わせる。はい。で、この技能実習生はそうなると、借金を背負ったまま日本に来ることになるんですね。はい。だから、
でもなんかブローカーたちは、いや、日本に来たらこんな借金はすぐに払えるからとか、嘘ついて、でも実際に行ってみたら、全然給料が低くて、帰りたいけど帰れない。みたいな状況。はい。で、2023年の、ニュースを見つけたんですけど、2023年のニュースで、2022年に職場からいなくなった技能実習生は9753人。はい。ほぼ1万人ですね。で、その前の年よりも747人増えている。これまでで最も多くなりました。技能実習生全体のおよそ50人に1人の割合で、いなくなっている。はい。ということですね。結構最近なニュースじゃないですか。で、最近で最も多くなってるっていうのは年々増えてるということですよね。はい。なんか、もうこれは、なんて言うんだろうな。なんか個人的に、差別とか、そういう外国人だっていう話を抜きにして、なんか、人間になんでそういうことができるのかっていうのが不思議でなりませんね。なんか、そういう会社の人たちって、悪質なブローカーとかって金儲けじゃないですか。金儲けで悪さする人っていっぱいいるんですよね。はい。ただ工場とかそういう農業とか建設とか介護とかで普通に働いてるスタッフの人たちもそういう悪いことをしているわけじゃないですか。その人権を無視した行動というか。でもそういう人たちにとってもなんか家族が存在するわけじゃないですか。親がいるとか子供がいる、パートナーがいるっていう人もね、もちろんいると思うんで。なんか不思議ですよね。なんかそういう人がそんななんか差別的なことをするっていうのがなんか私には理解ができないなっていう話ですけれども。はい。ただね、この技能実習制度はあまりにも実態がひどすぎるということで、今、新しい制度に変更されています。はい。変更される予定ですね。それが育成就労制度。育成就労制度。はい。2024年の法改正で導入が決まり、2027年の6月までに執行される予定。はい。もうちょっと先ですけれども。で、何が違うかというとですね、まず、転籍が可能。はい。技能実習制度の場合は、会社を変えることが、原則できなかったんですね。でも、この新しい育成就労制度は、それができる。だからもし問題があった場合は、その会社を辞めて別の会社に移動することができるということですね。はい。で、あとは支援団体の支援とか、保護を強化すること。あとは民間企業の関与を禁止する。はい。だから悪質ブローカーとか、その職業紹介業者、ね、金儲けのために、外国の技能実習生から大金を払わせるようなことは、ないようにするということですね。すべて国の団体が運営をするというふうに決まりました。はい。最初からそうしとけばよかったのにって思うし、なんか個人的には、なんかこの問題を変えるの遅くないかと。ね、何か対策を打つのが私は遅いんじゃないかなと思いますけど。はい。なので、もしね、今後日本に来るときに、こういう制度を使って日本に行きますっていう人いると思うんですけど、もし問題があったら必ず、支援団体とかに相談すると、必ず助けてくれると思いますので、はい。気をつけてくださいね。はい。これが、一番日本の中でニュースになっている、外国人差別の話ですね。他にもですね、いろいろあるんですよ。例えば、入国管理局に、捕まるというか、留置されていた、ちょっとビザが切れてしまって、帰らなきゃいけないのに帰ってなくて、入管に滞在していた、スリランカ人の女性が、その入管のスタッフから、
適切ななんかこう対応されずに、ご飯とかはなかなか与えられなかったとか、体調が悪くて病気を訴えてるのに薬をもらえなかったっていうので亡くなったっていうニュースが3年前ぐらいにありましたね。スリランカの女性、名古屋の入管で起きた事件ですね。もちろんね、そのビザが切れているのに日本に滞在してるっていうことは良くないことですけど、だからといってなんかこうその人権を無視するような対応、そのご飯をしっかりと与えないとか、その病気なのに病院に行かせないみたいなことはおかしな話ですよね。で、結果人が亡くなってるっていう事件はかなり痛ましいことだと思うので、なんかそういう問題も最近よくニュースに出ておりますね。はい。ちょっと時間が限られているので次のトピックに行きたいと思います。次は日常的な差別ですね。はい。これはね、皆さんに一番関係することだと思います。例えばですね、一つ、賃貸住宅の拒否。はい。家借りるの拒否されるってことですね。よく外国人 OK って書いてある物件とか、外国人お断りって書いてある物件、よくありますよね。それは、ちょっと意味わかんないですよね。その外国人お断りっていうのが始まったのは多分結構前だと思うんですよね。で、多分その時はですね、おそらく理由はコミュニケーションがうまく取れない。だからトラブルがあった時に対処できないからそれは困ると。だからそういうのをしたりとか、あとは日本は結構マナーとかがすごい厳しいので、ゴミの問題とかご近所さんの問題とかすごいあるんですよ。めんどくさいことに。だからそういうことを守れないからっていう理由で多分外国人を断りにしてる人がいると思うんですけど、いやでもなんかね、日本語喋れる人もいっぱいいますし、今の時代で日本のマナーについて日本人よりフォローしてる人もたくさんいるじゃないですか。だからなんか愛もせずに会わずに外国人だという理由でお断りするのは、それは立派な差別だと思いますね。はい。直接会って、この人結構問題があるなって思ったりとか、コミュニケーションが全く取れないっていうのだったら、しょうがないかなと思ったりもしますけど、愛もせずにね、外国人だからという理由で断るっていうのは、ちょっと、かなり時代遅れっていうか、いつの時代でも良くないですけど、はい。あとはですね、クレジットカードが作れないとかね。あとは、就職差別。外国人だから、外国籍だから、入社を断られる。面接が受けられないとか、そういうケースですね。はい。日本語が喋れないっていうのは、仕方ないと思いますね。例えば日本語が喋れないので面接をお断りっていうのはあるじゃないですか。もちろん同僚みんな日本人の場合が多かったりするので。はい。ただなんかそうじゃなく、ただ外国人だからという理由にお断りするのはちょっとおかしいなと思いますね。はい。あとは警察の職務質問。これもね、皆さん経験ある方いると思うんですけど、街歩いてたら、特に夜ね、警察に突然、あなた今何してるんですか？ ID 持ってますか？って聞かれるっていうね。はい。このね、職務質問っていうのは何でするかというと、警察のパトロールですね。なんか変な人がいないかとか、危ない人を見つけて、聞いて、未然に犯罪とか、ドラッグとかもね、見つけて未然に犯罪を阻止するためが職務質問ってあるんですけど、その外国人だからという理由で、なんか外見で判断して、その頻繁に職務質問をするっていうケースがある。ますね。はい。これはね、外国人の人だけじゃなくて、日本でも、例えば、なんか、すごい髭が生えてる人とか、ちょっと派手な服装してる人とか、ちょっとタトゥーがある人とかを、捕まえて職務質問するっていうケースがあるようで。はい。なんか外国人だから危ない人じゃないよっていう話ですよね。はい。
そのような形ですね。はい。まだまだありますけれども、日常的な差別。まあ私はこの外国人お断りの物件はちょっと、早急にね、なんとかした方がいいと思いますね。はい。あとはですね、次、最後のトピックなんですけど、なんで日本人がその外国人に対して英語を喋るのかという話ですね。これはね、すごいよく聞かれるんですよ。なんでなんですか？それは差別なんですか？悪意のあることなんですか？みたいなことをよく聞かれるんですよね。で、多分皆さんにとっては結構ショッキングな話かもしれない。特になんか多国籍国家、その多民族国家かの、国から来てる場合とかは多分信じられないことかもしれないですね。はい。ただね、日本生まれ日本育ちの私からすると、ああ、それねっていう気持ちなんですよ。そう。だからそれを今日はちょっと、私から見た、なぜ日本人が英語を喋るのかというトピックを、私から見たものですね、を話したいと思います。はい。これについて私いろいろ調べたんですけど、いかんせんデータがないんですよ。ね。なんで英語を喋るのかっていうデータがまだなくて、で、データがないとか、ニュースがない、イコール、これはまだ日本人にとって新しいトピックなんですね。はい。まだ知らない人がいるトピックということです。はい。で、まずですね、なんでこれが起こるかというと、まず、これは悪いところ。日本では基本的に見た目で判断する人が多いんですよ。見た目で判断してこの人がいい人悪い人って判断するわけじゃなくて、この人がどこ出身なのかみたいな。どこ生まれなのかっていうのを見た目で判断したりするんですよね。はい。そうなんですよ。だから英語を話してしまうっていうのがまず一つありますね。はい。で、いや。でも私は日本語喋ってるし、すべての人が英語を喋れるわけじゃないし、私の国の言語は英語じゃないしっていう意見もあると思うんですよね。そもそも。で、まず、ベースとして日本人は見た目で外国人か外国人じゃないかっていうのを判断するっていうのがあります。で、その後に、これはね、なんか悪意のある、差別は差別かもしれないんですけど、悪意のある差別ではないと思います。このトピックに関しては。で、なんでそう思うかというと、もし悪意のある差別だったら、ヘイトの気持ちがあるとしたら、逆に多分超日本語喋ってくると思いますね。ここは日本なんだから日本語喋れっていう人。ね。日本語下手くそなやつ、許さないっていうタイプですね。とか、なんか無視するとか。で悪口がある。なんかシッシーとか、こっち来るなとか、なんか出てけとか、そういうことを言う人は悪意のある差別。ただ、皆さんに英語を喋ってくる人は悪意があるわけではないです。はい。逆に親切心で喋ってます。それだけはちょっと皆さんに伝えておこうと思いますね。で、これはね、私の推測なんですけど、日本ってすごくね、なんか英語に対するそのコンプレックスを持ってる人がすごく多いんですね。本当に多いんですよ。英語に対するコンプレックス。なんか中学校、下手したら小学校、幼稚園から英語を勉強してるのにもかかわらず、で、英語の勉強量も半端じゃないんですよ。もうバーってみんな英語を勉強するのに、ほとんどの人が話せないんですね、日本人の人って。で、私も大学生の時代はそうでした。やっぱり英語へのネガティブコンプレックスっていうのがあって、で、できれば話したくないし、嫌なんですよね。で、他の人が喋れることに関して、うわ、すげえなとか、ちょっと、なんかジェラスみたいなね。なんか嫉妬とか、劣等感を感じたりするんですよ。なんかこのね、英語への恐怖心、コンプレックスが想像以上に多いのを、まずちょっと皆さんにお伝えしたくて。だからね、外国の方と話すと緊張するのはそこから結構生まれてますね。なんか見た目が怖いからとかじゃないですね。
そういうんじゃない。見た目が自分より大きいからとか、そういう話じゃなくて、英語を喋らなきゃいけないという恐怖心があるのが一番多分外国の人と喋るのに緊張するって言われる理由の大きな問題だと思いますね。で、いやみたいな。英語別に話せなくていいじゃんって思うかもしれないんですけど、まず第一に、日本にいる外国人のほとんどの人は皆さんみたいに日本語が話せない人が多いんですね。特に今。なんかね、最近ね、よりこの外国人に対して英語を喋るっていうのが、事案がすごく増えてるらしくて、なんか結構日本のハーフのインフルエンサーの方とか、昔は普通に自分にみんなに日本語喋りかけてたのに、最近外国人だと思われて英語を喋りかけられるようになったって言ってる人が結構ちらほらいて、何が起こってるかというと、今日本にいる外国の人のほとんどはやっぱ観光客とかが多いんですよね。で、最近来た人とか。で、やっぱり皆さんみたいに日本語を熱心に勉強されている方もいるんですけど、そうじゃない人がやっぱりほとんどなんですよね。そう。だから日々英語を喋らなきゃいけない人の方が多いんですよ。で、そこプラス、英語への結構恐怖心があって、で、英語を話さなきゃいけない。外国の人が来たら英語を話さなきゃいけないっていう、マインドになってしまってるんですよね。で、もちろん、すべての国の人が英語を喋れると、英語が母語だというわけじゃないっていうのは知ってます。もちろんフランス人はフランス語だし、ブラジル人はポルトガル語だし、韓国人は韓国語って、もちろんわかりますけれども、みんなが思ってるのは、第二言語として、みんな英語が喋れるっていうふうに思ってる日本人の人すごく多いんですよ。第二言語としてみんな英語がペラペラ。で、よく私があるのが、日本語教師じゃないですか。で、私日本語教師なんだよねって言うと、すごい。英語で日本語教えてんだって絶対言われます。絶対言われる。で、いや、英語じゃないよって。ちょっとなんでって、どうやって教えるのって言ったら、いや、別に英語が喋れない国の人もいるしって。言ったら、そうなのっていう人と、ああ、そっか、今気づいたっていう、大体この2パターンのリアクションなんですね。そう。それぐらい、なんか、日本人以外の国の人たちは、英語をペラペラ、第二言語として喋れるみたいな感覚があるっぽくて、で、だから、より一層、やばい、英語喋らなきゃいけないっていう、なんか強いプレッシャーを抱えている人が多いんじゃないかなと思います。はい。これは私がアルバイト時代に経験したことですね。周りのスタッフさんとか、私も含めて、外国の人が来ると結構緊張しちゃうんですよ。お客さん外国人だみたいな。やばいよみたいな。英語喋れるやついないのみたいな感じでなってたのはすごい覚えてますね。うん。はい。っていう。いや、もちろんね。だとしても失礼だろうと。皆さん思うと思う。だとしてもなんかちょっと納得いかないって思う方いると思うんですけど、確かに別にこのことがいいことではないんですけど、悪意がないことというか、日本人側のこのプレッシャーを抱えている、その劣等感があるっていうのも皆さんにちょっとシェアしておきたいなっていうふうに。はい。で、なんでこっちが日本語喋ってんのに英語喋ってくんのかっていうのも、もう完全に頭の中で、やばいってなってる。やばい。向こうに日本語喋ってるけど、なんかそんなこと気にしてる時間ないというか。もうなんか、英語マインドになって一生懸命英語でどうやって伝えればいいかなっていう。This is a cafe みたいな。なんかそういうもう、なんか焦りになっちゃってるから、向こうが日本語喋っててもお構いなしに英語が出てきちゃうっていう、問題があると思いますね。はい。で、あともう一つ、これはシンプルに考えられるのが、英語勉強中。はい。だから英語喋りたい。っていうのありますね。これはね、かなり多いんじゃないかなと思います。で、最近やっぱり日本にもたくさんの人が来るようになったから、英語の勉強っていうのが以前よりも、
なんていうの、増えているらしくて、英語を勉強してる人が。まあ昔から日本では英語を勉強してる人多いんですけど、うちの母とかも勉強してるし、はい。うちの母とかね、すごい典型的なんですけど、外国の人が来ると必ず、はーいって言って全力の英語で行くみたいな。で、向こうの方が日本語上手いのに、英語で行くみたいな。日本語話したい、英語を話したいんですよ。うちの母は。で、私がなんか、向こうの日本語の方が絶対上手いからって言って、最終的には日本語で会話してるんですけど。はい。まあそう。だから自分が英語を話したい。例えば接客業の人とか、接客のために勉強した英語を話したいって言って、英語で話してくる人も多いと思いますね。うん。まあ皆さんがね、皆さんの国でもし日本人を見つけたら日本語話したいって思うじゃないですか。それとちょっと似てるような気持ちがあると思いますね。はい。そう。ね。でね、なんか私はこれを調べたときに、その同じようなことをビデオにしてる人がいて、その外国人としてその日本に長く住んでるんだけど、未だに英語を話されるということを話しているインタビューみたいなのがあって、で、そのコメントを私は見たんですね。そしたらみんな、知らなかったみたいな。英語の方が伝わると思って英語で喋ってたとか、なんか言ってる人もいたし、なんか私は以前外国の人に、日本語で話してほしいって言われたから、相手が話した言語で返した方がいいっていうのを学びましたみたいな。そういうコメントばっかりだったんですね。知らなかったら気をつけますとか。だからなんか、まだみんななんか、そういうことを知らない人が多いですね。相手が喋った言語で返すべきっていう、そのマナーみたいなものを知らない人がすごく多いんじゃないかなと思いました。まあ私も最近になってようやくそういう理解ができてるような気がしますね。うん。なんかフランスに来ていろいろやっぱり学ぶし、外国人の友人とか生徒さんからいろいろ聞く話もありますね。はい。という。で、まあ、それでもね、英語を喋ってくることに、嫌だと。ね。やっぱ日本語喋りたいじゃんね。みんな日本語を一生懸命勉強したんだからね。そう。だから私はそういう場合は、もし向こうが英語とかを喋ってきた場合ね、は、普通に、すいません、私日本語勉強してるので、日本語で話してくれませんかとか、言うと、一番いい気がする。うん。すいませんってなると思う。うん。はい。言ってみてください。もし英語で来たら、みたいな感じで流すんじゃなくて、すいません、私日本語勉強してるので、日本語メニューくださいとか、その日本語で話してくれませんかっていうと、お互い多分、ハッピーになるんじゃないかなと。うん。はい。っていうね、ちょっと長く話しちゃいましたけれども、いかがでしょうか。もっといろんな話があるんですけれども、ちょっとビデオで話せるのはここまでかな。はい。でもね、今ね、もう昨今のね、日本旅行ブームによって、外国人への印象がかなり変化してます。なんか SNS とか見ると、ネガティブイメージを持ってる日本人が多いんじゃないかって皆さん思うと思うんですね。なんかオーバーツーリズムの話とか。なんかいろいろあるじゃん。マナーを守らない外国人とか、迷惑外国人 YouTuber とかね。あると思うんですけど、それは結構一部であって、ほとんどの人が逆ですね。外国の人に興味を持つ人の方が多いと思います。はい。なんで日本に来るんだろうかとか。なんか日本と他の文化の違いとか、じゃあ他の言語を勉強したいみたいな人の方が圧倒的に多いと思いますね。はい。SNS はね、結構ネガティブキャンペーンの方が多かったりしますから。うん。はい。最後に、やっぱなんか差別ってなかなか難しくて、やっぱ数えきれない種類があると思うんですよ。その外国人差別、その人種差別っていうのもあっても、もう数えきれない種類があると思うんですね。で、なんか、例えばその全ての差別が100個あるとする。全ての差別が100個あるとして、その100個全部知ってる人っていないと思うんですよね、私的に。うん。で、80知ってる人もいれば、20しか知らないみたいな人もいて、50知ってる人とか。だからそれってなんかその人が生まれ育った国、地域、
家庭環境、なんかその国の文化風習全てによってその数値が変わってくると思うんですよね。80の人、70の人、20の人っていうのは。で、なんか日本は多分40ぐらいで、他のその先進国に比べるとかなり低いと思いますね。まあそれはいろんな歴史とか文化風習、国民性とかいろいろ関係があって、やっぱ日本ってやっぱりいい意味でも悪い意味でもなんか独特な国というかね。だからなんかその日本は今40であって、私は多分60ぐらいだと思うんだけど、まだまだなんかフランスに半年前に来て全然知らなかったこととかもいっぱいあって、だから多分フランスはもっと高いですね。70とかだと思う。で、なんかいろんな人と話していろんなことを学んでいます、日々ね。差別について。だからなんか高い数値の人、なんか80とか90とかの人が日本に来ると結構びっくりすると思いますね。その差が。で、日本ってやっぱり先進国で技術が発展してるみたいなイメージあると思うんですけど、そういうその差別というかグローバリズム的な部分ではまだまだ全然まだまだです。はい。だからなんかショックを受けてしまうかもしれないし、なんか傷つく人もいるかもしれなくて、それはすごい大変申し訳ないなと思いますね。でも今少しずつ日本は変わりつつあると思います。はい。まあどういう方向性に行くかわからないですけど、今後の日本がね。はい。まあそう。ただね、やっぱりその文化ってね、日本の文化が好きって言える人もたくさんいると思うんですけど、やっぱ文化ってその基本的にその国に住んでる人たちが作り上げた文化があるから、その国の人たちにとってはいい文化かもしれないけど、そうじゃない人たちにとっては嫌な文化っていうのもいっぱいあると思うんですよ。ね、なんか古い感じの文化とかね。なんかその国に住んでる文化の人たちにとってはなんか当たり前の文化だったりするけど、他の国にとってはなんだこれみたいなものとかもあって、まあいい文化悪い文化ってあると思うんですよね、文化って。はい。だからまあ日本はね、でもなんかやっぱり日本の素敵な文化って、その皆さんが好きな日本のなんか独特な文化っていうのは、その閉鎖的な保守的な日本が生んだ文化でもあるんですよね。今までのそのなんか鎖国とかしてた日本で、なんかこういう保守的だからこそ独特な文化が生まれてるって今があると思うんですよね。だからそのいい文化を残しつつも、なんかこの悪い文化を少しずつ変えていけたらなと思ってますね。はい。はい。まあなんか個人的に一番嫌なのは、日本をすごい楽しみに来てくれた人とか、一生懸命日本の勉強とか日本の文化を勉強して日本に来た人たちが、その嫌な思いをしたりとか、はい、するのは一番嫌ですし、逆に、その日本の、なんか、人たちが誤解されるっていうのも少し、まあ嫌だというか、もったいない感じがありますので、まあ難しいけどね。はい。まあとにかくね、皆さんが日本を100% の気持ちで楽しめるような場所になれたらいいなと思いますね。はい。いかがでしたでしょうか。すごく長くなっちゃったので、いつものこの後の宣伝タイムはカットします。30分ぐらい喋ってしまいましたね。はい。まあいろんな意見があると思うんですけれども、はい。まあ今後の日本に期待かなと私は思います。今後の日本の世代、若い人たちとか。はい。では以上です。それではまた次回。さよなら。